さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、むっちり固めのプリン、こちらをご紹介したいと思います。めちゃくちゃ美味しいので、最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。まずキャラメルですね。グラニュー糖とお水、こちらで作ります。あとプリンの方なんですけど、牛乳とお砂糖と卵と、これバニラですね。これで作っていきます。じゃあプリンのキャラメルから作っていきます。まず火つけます。で、結構しっかりこれ温めちゃって大丈夫です。これ強火なんですけど、こう火が外に出ないように鍋のギリギリまでで、それが強火なので、それでセットしてください。ここにグラニュー糖ですね。グラニュー糖をちょっと半分ぐらいかな。これ適当でいいです。半分ぐらい入れます。半分にしてる理由は、これお砂糖今こうやってバーって広げた時に全面にお砂糖がいってれば大丈夫です。薄くこう引いていった方がキャラメルになりやすいので、それで半分って言ってます。これをこのまま火にかけておいてください。はい、これちょっとずつこうキャラメル化してくるんですけど、これね、ゴムベラでこうガシガシ触らずに、ちょっとお鍋を振ってこう溶かしていってください。で、溶けてきたら残ってる部分の砂糖をこうちょっとずつこうやって入れていって、どんどんキャラメル化させていきます。はい、これ少しだけこう溶けてきている感じですね。お鍋を動かして、まんべんなく、一部だけがキャラメルじゃなくて、まんべんなくなるように溶かしていってください。ちょっと火が強すぎたら弱めてもいいので、こうやって火から鍋を離してもいいです。はい。これ今ちょっと細かい泡が、ブツ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 してきて、もうちょっとで水入れて、このキャラメルの進行を止めていきます。ちょっと火止めますね。で、あとは自然の流れで色が入っていくので、好みの硬さじゃないです。好みの色になったら、ちょっと水を入れて止めたいと思います。じゃあ、ちょっと入れます。はい、これ今水全部入れたんですけど、ここで再び火をつけてください。で、ゴムベラ登場です。これで、まだキャラメルと水がちゃんと混じってないので、しっかり混ぜてください。で、この後ちょっとこう煮詰めていくというか加熱をしていくんですけど、今ね、これ結構こう水が入ってシャバシャバな状態。これを少しだけ煮詰めて、このトロッとしたプリンから出るトロッとしたキャラメルにしていきます。じゃあどれぐらい煮詰めるんだっけっていうのは、ちょっと容器に取って見せていきたいと思います。ちょっと今この冷たいお皿の後ろに乗せたんですけど、これちょっと今冷ましてる感じですね。冷まして、全然今熱くないんですけど、まだね、結構これシャバシャバな状態です。この状態でカップに流してプリンの液体流しちゃうと、こうキャラメルとプリン液が混ざっちゃうんですよ。なのでこれ今ね、ちょっとこう流れるような感じなんだけど、これが流れづらくなる、もうちょっと粘つくぐらいまで煮詰めていきます。はい、これ今全然流れないぐらい煮詰まったので、このぐらいの状態までキャラメルができれば OK です。これプリンカップに流していきます。はい、今日プリンカップ、このガラスのやつで焼いていくんですけど、ここにキャラメルを流していきます。で、キャラメル冷めると結構硬くなっちゃうので、あったかいうちに流していってください。これね、まだ今はこう柔らかい状態なんですけど、硬くなります。これ今、キャラメル入った状態ですね。これを少し冷蔵庫に入れて置いといてください。その後、中にプリン液流して焼いていきます。ちょっと冷やしておきます。はい、じゃあちょっとプリン液なんですけど、これ牛乳ですね。ここにお砂糖を入れちゃいます。で、バニラですね。バニラなかったら、バニラエッセンスでもいいですし、バニラ入れなくてもいいです。で、この中に種が入っているので、種をこそぎ出して、ここに入れちゃいます。
で、バニラはなんかこう焼き菓子とかで作った余りとかでもいいんで、香りが入ってる方が美味しいと思います。で、ここにラップをして600ワットのレンジで、沸騰というか沸くまでですね、温めてください。レンジによってちょっとパワー違うので、今日は600ワットでちょっと温めます。じゃあやっていきます。はい、じゃあ牛乳を温めてる間にですね、卵を割っておきます。これ普通に全卵なので、全部ボウルに開けてください。これ泡立てたいわけじゃないので、ほぐしてあれば大丈夫です。で、ここに熱々の状態の液体を加えていきます。はい、これ温めたやつですね。結構湯気も出てしっかり温まってます。このぐらいしっかり熱い状態がいいですね。で、砂糖も入れているので、一応こうやって混ぜてください。しっかり熱くして大丈夫です。で、こっちの卵はなるべく泡立てる必要ないんで、こうやって卵をしっかりほぐしてサラサラの状態にしといてください。そしたらこれを入れちゃいます。バニラが入ってても全然気にせず入れてください。で、ここでもしっかり混ぜて、しっかり混ぜるっていうのは液体と卵を混ぜておきたいです。で、結構ポイントなんですけど、今この液体結構あったかいです。あったかいうちに混ぜて、あったかいうちに焼くっていうのがポイントなので、ここちょっと手早くやっていきます。はい。で、この液体をこの後裏ごしします。はい、これしっかり混ぜたんですけど、これ裏ごしすることによってめちゃくちゃ滑らかな食感になるので、必ず裏ごししてください。これでちょっと裏ごしします。はい、この後湯煎焼きするので、オーブンは160度に予熱しといてください。この段階でやっとくと温まると思います。で、今これキャラメルですね。これ手で触っても、ちょっとこうネバネバしてる状態。全然もっと冷やしててもいいんですけど、ここに流していきたいと思います。で、裏ごしして、ここに口があると流しやすいので、これで流していきます。はい、これ今流し終わったんですけど、これちょっとより滑らかに焼くポイントで、これですね、アルミホイルでちょっと上を包んであげてください。そうすると、世の中にいろんなオーブンレンジあるんですけど、皆さん綺麗に滑らかにできると思います。で、ここにお湯張って、これアルミホイル全部やります。で、ここにお湯張って、この後焼いていきます。はい、じゃあこれちょっと焼けました。ちょっと状態見てみたいと思います。ちょっと表面が張りもあるんですけど、やや動かないかなぐらいですね。動いてないですね。大丈夫そうです。これで焼き上がり OK です。これで粗熱取っておきます。はい、プリンしっかり冷やしといたやつですね。どんな感じか。こんな感じです。これね、卵入ってしっかり固めのプリンなんで、ややちょっと酢も入ってていい感じですね。バニラも結構効いてます。これちょっとお皿に移したいと思います。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、食べてみたいと思います。見てください、これ。冷やしたやつですね。冷やして型抜いたやつ。弾力もいい感じですよ。固めプリンなんで。美味しい。やっぱキャラメルちょっと苦い方が美味しいですね。で、これ皆さん、なかなか食べれないと思うんですよ。焼きたて。焼きたてって売ってないですからね。皆さん作らないとできない。すごい。でもちゃんとこうプリッとしてますよ。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいですよ、これ。ちょっと熱いけど。キャラメルもめちゃくちゃ美味しいです。焼きたてこれやった方がいいですよ。これ売った方がいいです、お店で。はい。
ポイントのおさらいでございます。ポイントはですね、卵をこうやってほぐして、あったかい液体入れたじゃないですか。で、液体が熱いうちにオーブンに入れて焼いてください。そうすると、こうやって滑らかで、しかも弾力のあるプリンになります。あとは、キャラメルの硬さですね。あんまりキャラメルが柔らかすぎても硬すぎてもダメなんです。この綺麗な色を出すには、キャラメルの水で止めるぐらい、これすごい大事なので、ぜひそれを守ってやってください。あとは裏ごしです。これさえあれば、絶対めちゃくちゃ美味しいプリン作れますので、ぜひやってみてください。最後までありがとうございます。出来たてプリンめちゃくちゃおすすめです。作らないとできないので、やってみてください。コメントとチャンネル登録お願いします。また皆さんに会えるの楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。